こんにちは、鷹の目工作室です。今回から第20章の給水ポンプの作成に入ります。まずはエキセントリックストラップの作成です。モデルの後ろの円盤は材料の大きさを確認するためのものです。素材はほうきんの丸棒をスライスすることとしました。実を言うとこの時点ではストラップがこの丸棒の直径の中に収まるか確認しないまま作業が進めています。チェックの結果は先ほどご覧いただいた通りぴったりと収まりました。バンドソーを切りっぱなしでは切断面は凸凹ですし、2つの面も平行になっていません。この後製材での余地を確保するためかなり厚めに切っています。スライスしたところまでは良かったのですが、この後どうやって削るか大いに迷いました。片面だけなら普通に旋盤で削れますが、裏面を面ぶれなく削るというのは至難の業です。そこで登場するのがこれです。生爪です。芯ブレを最小限にしたいときや、ワークを傷つけずにチャッキングしたいときに、ワークに合わせて加工して使うものです。このチャックの爪はセパレートタイプなので、爪の先端の鬼爪部分を生爪に交換します。適当な大きさのスペーサーを加えます。中ぐりバイトで生爪の縁をワークの直径の段差に削っていきます。断続切削となるので回転は抑えめにして慎重に削っていきます。段差部分の直径はノギスなどでは測れないので、ワークと合わせて確認をしていきます。最後に段差の壁と底を仕上げます。動画には分かりにくいのですが、この時段差の角の部分を深く掘り込んでワークの角が干渉しないようにしています。削り上がった生爪です。スペーサーを取り外してワークの加工に取り掛かります。片方の切断面に残っている凹凸を削って平らに仕上げていきます。
本来生爪で掴む部分はあらかじめ仕上げをしておくべきだと思いますが、今回は横着をして素材のまま掴んでいます。片面を仕上げたらひっくり返して裏面も削っていきます。この時ショックレスハンマーで叩いて仕上げてある面が生爪に密着するようにします。こちらの面の加工では平坦にするのと同時に厚みの調整も行っていきます。ここでは丸棒の時に厚めにスライスしたのが裏目に出て無駄に多くを削り捨てることとなりました。クロススライドの自動送り機能のおかげで作業はだいぶ楽ができました。単調な作業ももうあと少しです。削り上がりの状態です。金メダルではなく銅メダルですね。続いてはメタル層で半分に切断していきます。毛書きを行った後、2つのストラップをつなぎ合わせるためのネジ穴を開けていきます。毛書きの基準にできるのはメタル層による切断面と表面を仕上げるときに引いた直径の線だけです。マシンバイスで固定するときでもメタル層での切断面と顎がつらい位置となるように注意します。
穴の位置も X 軸方向は毛書き線が頼りになります。こちらのストラップに開ける穴は通り穴ですが、この時点で貫通する必要はありません。接続部分の厚さ分の穴を開けておけば、反対側を削った時に穴は貫通になります。穴の間隔はテーブルのメモリで決めていきます。もう一つのストラップも最初はつなぎ合わせのためのネジ穴を開けることです。こちらのストラップの穴はネジ穴になります。この時点では下穴は止まり穴なので、タップは注意深く立てていきます。2つ目のネジ穴を開けていきます。2つのストラップに開けた穴同士はぴったりと一致する必要があります。このために穴の間隔を正確に一致させるのと合わせて、1つ目のストラップの穴を開けたときにテーブルの Y 軸方向の動きを固定し、材料の同じ面がバイスの固定顎側になるようにして固定をします。底の方のストラップに戻ってつなぎ合わせる部分の厚みを仕上げていきます。Z 方向の厚みは下に挟んであるパラレルブロックからの高さで測ることをできますが、水平方向の位置は基準が取れないので、外形の円弧の毛書き線まで削ることとしました。ネジの頭が入るのに
十分な範囲を削ることができたのか確認をしておきましょう。この段階で一度組み立ててみて、穴の位置が一致しているか、ストラップ同士にズレがないか、罫線にズレがないかなどをチェックしておきましょう。チェックの結果はおおむね良好でしたが、残念ながら毛書き線にはわずかなズレが確認されました。次の加工は両サイドの仕上げになります。ストラップを組み立てた時に両サイドがぴったりと揃うと美しいので、ストラップは組み立てた状態で加工します。はじめに加工する方は厚みを調整するときに表面に引いた毛書き線しか基準になるものがありません。この毛書き線がマシンバイスの顎と一致するように固定をします。削り終わりの位置はマシンバイスの顎からの高さで決めていきました。反対側は今削った方を下に引いたパラレルブロックに押し当てることで平行に削ることができ、幅はパラレルブロックから測ることができます。この後の作業でこの幅が横方向の位置の基準にもなります。つかみ替えをせずにエキセントリックロッドのはまる部分の横の部分を削っていきます。平岡さんの本ではこの部分はエキセントリックロッドのテーパーに合わせて傾斜がついていますが、私は傾斜をつけませんでした。このためエキセントリックロッドの根元の部分の形状は変更が必要になります。ワークをひっくり返してオイルホールの部分と同じくエキセントリックロッドのはまる部分の横を削っていきます。直交する部分を削るために一度分解します。
エキセントリックロッドのはまる部分の溝を削っていきます。オイルホールを開けていきます。オイルの注ぎ口は接合面と平行ですが、エキセントリックとの修道面に通じる部分には角度がついています。エキセントリックとの修道面を削ったときに貫通するように十分な深さの穴を開けておきます。この後、真ん中のエキセントリックとの修道面を削るのですが、準備作業がたくさんあるので、また次回としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。